こんにちは、みすずです。今日は柔らか肩ロースとたっぷりエリンギ、豚肩ロースとエリンギのトマト煮込みをご紹介します。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ4分の1量の栄養素になります。こんがり焼いた肩ロースとエリンギをたっぷりのトマトで煮込んでいきます。トマトで煮込むと肩ロースがしっとり柔らかに仕上がりますよ。またエリンギを加えると煮汁の油をエリンギが吸い込んでくれるので煮汁がすっきりと仕上がります。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピは後ほどブログに書きますので、そちらも見に来てくださると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきますね。材料はこちら。今回はエリンギを使用しますが、マッシュルームやしめじなどお好きなキノコを使ってあげてください。またキノコなしでも作れますが、若干煮汁がオイリーな仕上がりになります。トマト缶を使用する場合は同じ分量を使ってあげてください。今回はトマト3個で 690g のものを使用しているので、だいたいトマト缶だと 1.5 缶分程度になります。今日の流れ3ステップ。今日はまず材料の準備。豚肉をカットして、トマトは一旦皮を剥いてからカットしていきます。次に焼きます。はじめに豚肉を焼いて一旦取り出し、玉ねぎ、にんにくを炒めたら豚肉、トマトを戻して最後に煮込んでいきます。蓋なしでしばらくそのままほったらかしで煮込んでいきます。フライパン一つで作れる手軽なメニューですよ。では作り方です。まずは肩ロースに塩を振りましょう。もし時間があれば前日に塩を振っておいてあげてください。塩をもみ込んでしばらく置いてあげるとお肉からお水が出てきて身がキュッと締まります。その場合ちょっと多めのお塩を全体によーくもみ込んでおきます。出てきたお肉の水分を吸い取るために厚手のキッチンペーパーで包んであげましょう。ここでさらにラップもしくはビニール袋に入れます。前日準備の場合はこのまま冷蔵庫に入れます。当日の場合ももしできたら 1,2 時間ほど室温に置いてお塩をなじませてあげた方が中まで塩が染み込みますよ。次にトマトの湯むきをします。トマトの皮を剥いてあげると出来上がりの煮汁がすっきりしますが、お好みでこの工程がめんどくさい方は剥かなくっても大丈夫です。皮を剥く場合はヘタを取ってトマトのお尻側に十字の切り込みを入れて適当に沸かしたお湯の中に入れてくぐらせます。ちょっとこれお湯の量が少ないのでかなりゴロゴロさせてるんですけど、深いお鍋で沸かしてもらったらドボンと入れてすぐ引き上げてもらえば大丈夫です。皮がペロペロっとめくれてきたらすぐに冷水にとってあげてください。この状態になると手でも簡単に皮が剥けるので、これでペロッと皮を剥いてあげます。3つとも全部皮を剥きましょう。トマトの皮は加熱後も残るので剥いておいてあげると仕上がりが綺麗になります。角切りにしましょう。サイズはお好みでいいですが、細かく刻んであげた方が煮崩れて形がなくなります。またヘタの部分は取っておいてあげてください。3つとも全部角切りにしましょう。トマト缶を使用する場合はこの工程は全て不要です。にんにくも刻みましょう。にんにくは2片で 15g のものを使っています。皮を剥いて芯を取ってみじん切りにします。トマト煮込みはニンニクが入った方が断然美味しいので、お嫌いでなければぜひ加えてあげてください。玉ねぎもみじん切りにします。玉ねぎは1/2個分、今回は 110g のものを使用しました。 100g 程度使ってあげてください。エリンギも切ります。エリンギは2パック 200g 使用しています。石突きを取って残りを乱切りにします。マッシュルームを使う場合も同様です。しめじなど使
使う場合は小房に分けておいてください。肩ロースを切りましょう。今回は前日に使用したものになるので、ペーパーがじっとりと豚肉の水分で濡れています。こちらをカットしましょう。目安は先ほど切ったエリンギのサイズです。それと同じような感じになるように切ってあげてください。今回は2センチ厚さにカットして、それをさらに半分に切っています。具材の大きさを揃えてあげると見た目が綺麗に仕上がりますよ。はい、全部切れました。では焼きましょう。大きめのフライパンを使用します。今回はフライパンで最後まで煮込んでいくので、なるべく大きいものを使ってあげると使いやすいですよ。油をほんのり敷きます。肩ロースは結構油が出てくるので、ここでしっかり油を敷かなくても大丈夫です。少なめに敷いてあげてください。中火程度の火加減で脂身側から焼き付けます。焼き色がついたら向きを変えます。全面にこんがりと焼き色がつくように向きを変えつつ焼いてあげてください。お肉を焼く良い音がしてくるとお腹が空いてきますね。向きを変えつつ焼いてもらって、全体に焼き色がついたら一旦お肉は邪魔なので取り出していきましょう。バットかお皿などに取り出しておいてください。フライパンに残った肉汁や豚肉の脂が邪魔なので、一旦厚手のペーパーでザサッと拭き取ってきれいにしましょう。このほんのり残った油でニンニク、玉ねぎを炒めていきます。あればローリエを加えてもらって弱め中火程度で炒めます。玉ねぎがほんのり茶色くなってしんなりとしたら豚肉を戻して、さらに一緒に玉ねぎと豚肉を絡めるような感じで炒め合わせます。全体が馴染んだら先ほどカットしたトマトとお塩を加えます。あとは煮詰めていくだけです。今入れたトマトが全体に馴染むようにザザッと混ぜたら赤ワインを加えます。ワインがなければお酒でもいいですし、お水を加えてもらってもいいです。蓋なしで弱め中火程度で15分煮込みます。途中で豚肉の上下を返してあげてください。途中アクが出てきたら取りつつ煮込みます。トマト煮込みは蓋をするよりも蓋なしで煮込んであげた方が赤色がきれいに仕上がりますよ。15分経ったところでエリンギを加えます。あとはエリンギがしんなりするまでさらに15分ほど煮込んでいきます。たまにかき混ぜながら煮込んであげて、エリンギがくたっとしてきたら出来上がりです。味を見て足りなければお塩追加してあげてください。器に盛りましょう。今回は出来たてをすぐに食べていますが、一晩冷蔵庫などで寝かせてもらって翌日もう一度温めて食べてもらうのも美味しいですよ。パセリのみじん切りを散らします。大人用ならさらに胡椒をガリガリ削ったり、あとはチリパウダーなど振りかけても美味しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は柔らか肩ロースとたっぷりエリンギ、豚肩ロースとエリンギのトマト煮込みをご紹介しました。フライパン一つで出来上がる煮込み料理です。たっぷりのトマトで煮込んだ肩ロースがしっとり柔らかで、エリンギで煮汁がすっきりとしてとっても美味しいですよ。ぜひお試しください。また詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見に来てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。ではみすずでした。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。